実はですね、11月の16日なんですけども、レカロシート買います。合わなかったんです、 SR7 が。なんで合わなかったんだろうなって今更なんですけど、正直 SR7 を買うときに SR6 のね悩んでたんですよ。めちゃめちゃフィット感の方がもう間違いなく SR6 の方が安定していたっていう感じなんですけども、なんでねじゃあ SR7 にしちゃったんだよお前って思うじゃないですか。シートヒーターなんすよ。シートヒーターがついてるからつけちゃったみたいな感じでやっちゃったよなって今更ながら思っております。そう SR6 はですね、残念ながらついてないんですよ、シートヒーターが。いやーっていう感じ。もし SR6 にシートヒーターがついていましたら間違いなく SR6 をチョイスしておりました。それだけ体にフィットしていたっていうことなんですけども、いやーなんだろうやっちまったよみたいな感じでございます。まあいいや、しょうがないよね。人間って 100% じゃないじゃないですか。やっぱり当時機能が欲しかったものを優先するっていうのは当時の気持ちでございますから、全然当時は後悔はしてなかったが、しかし半年以上乗ってきてね、やっぱりね自分の骨格なんすよね。全然っていうか最近なんですよ、合わなくなってきたなっていう感じがいたしまして、いや参ったなっていう感じでしたよ。っていうのも、何がお前ダメなんで合わねえんだよって思うかもしれませんが、私のこの体的にはここのサポートあるじゃないですか。ここがですね若干なんかこうふわふわ浮くんですよ。ふわふわっていうのもおかしいですね。こう隙間ができちゃっててフィット感が若干薄れてるんですよ。でこれだけだったらまだいいなとは思っていたんですが、いろいろと気になりだしちゃって、でまず座面の長さがちょっと短いのかなっていう感じがしてね。でこれが個人的に合わなくなっちゃったんですよ。長距離ドライブもしてる時もすごくこの膝裏の方が気になっちゃって、いやーどういうことだこれはみたいなね感じになっちゃったんですよ。でそっからもう私気になりだしたら止まらないタイプなんですよね。だからもうあれじゃないああじゃないこうじゃないっつってシートポジションもめちゃめちゃいじりました。結果良くならなかった。改善しませんでした。よってねやっぱり変えた方がいいのかなとか思ったりですとか、あとね若干腰も痛くなってきちゃったっていうのもあるんですよ。これはね自分の体のことを第一に考えるとシートというものは大事なものでございますから変えなきゃダメかななんて思ったのがつい1ヶ月ぐらい前なんですよね。で私ECU 交換したじゃないですか。でその時にお店にですねあったんですよ SR6 が。座ってみました。あらびっくり、なんということでしょうみたいな。やっぱりすごくフィットするよな、シートヒーターがついていたら最高だよななんてね思っていたんですが、やっぱり自分の体が一番のことを考えるとやっぱり SR6 にした方がいいなということでね、11月の初めに ASM 横浜レカロ専門店さん、ここつけたところなんですけど行ってきました。行ってきて見積もり取ってきました。そしたらなんと13万2000円なんですよね SR6 の単体が。で SR7 ちょっと下取りしたらいくらぐらい取ってくれますって聞いたら、やっぱ一律7万円らしいんですよ。で本当だったらかなり状態もよく半年ぐらいしか使ってないから、普通に個人で売ったとしたら10万ぐらいで売れるんじゃないですかねなんて言ってくれたんですけど、なんかねそういう手間暇とか考えちゃうとってね結構面倒くさがり屋なところもあるから、まあいっかなんて思っちゃうんですよ。で見積もりの方下取りを引き算しまして、結果全込み取り付け工賃込みで7万8500円でやってくれるそうなんですよね。で色も青とか赤とかいろいろなのがありまして、もちろんね青にいたしましたもうしょうがない、これはねほんとしょうがない。かなり大赤字で超もったいない。個人的には
SR7 もなかなかねモデルというか形そのものは結構気に入ってるんですけど、しょうがない。だって体に合わないんだもん。しょうがないですよね。見てください。今もですね、なんかちょっとこうやっぱこの辺が少し浮いちゃってるんですよね。よって SR7 は若干このランバーっていうんですか、このサポートが外面に向いていてちょっとゆったりしているなっていう感じ。これがまた長距離ドライブにはいいのかもしれませんが、いや私的にはダメでした。はい、で SR7 をじゃあ選ぶ人はどういうタイプがいいのなんて思うかもしれないですよね。で私もいろいろと考えたんですが、ひょっとしたらこの身長差も影響してくるのかなって若干思いました。ただしかしやっぱり身長の高い人が乗ったとしても、やはり座面の長さが気になっちゃうっていう方が結構いらっしゃるんですよ。やっぱり短いよなんかねフィットしないよなっていう感想を受けた人もいらっしゃいましたよ。わしぜなんつってね、なんかねちょっと後ろのこのバックモニター見ながらやってたんでちょっとね気になっちゃうんですけどはい。でそれからあとは体格かもしれませんね。で私は一応細身の部類に入るらしいんですけど、そういう方にとってはこの辺の隙間がこうできちゃってってなっちゃったりとかするかもしれませんので、中肉中背といったらおかしいんですが、そのあたりの人、ややぽっちゃり気味の人だったらパッチリフィットするのかもしれません。ちょっと待って、これ左曲がれって言ってた。こんなとこ左曲がるの？ちょっと今またどこにいるか分かんないんですけどまあいいや。ということで晴れて11月の16日に予約いたしまして SR6 をつけてきます。そしてつけてきた感じはこんな感じですよっていうのも同時にお見せしてますから、どうぞお楽しみくださいませ。いやーほんとね、なんだろうな SR7 って、いやーもったいねえよな。15万9000円プラスシートレールとかいろんな込みでやって19万いくら当時払ったからね、もう普通に考えたら大赤字ですよ。なんだよつってベラなんてね思いたくなるんですが、それはもう自分が選んだことだからしょうがないよなって、そういうふうに割り切るしかないですね。であとやっぱりシフトチェンジしてる時もなんか若干ってなっちゃう時があって、でこれはねお前シーポチが悪いからだろうって思うかもしれないんですが、そうじゃないんですよ。結構ね前にやったりとかしてギチギチにやったりとかしてもなんかねグってなんか変なところに力が入っちゃうっていう感じがしたんで、一概にこれがレカロのせいとは言えないんですが、なかなかねわからないものですね。答えがね見つからないっていうのがなかなかもどかしいものでもありますけども、その答えに近づけるために頑張るっていう楽しみもありますからね、それはそれでなかなかいいんじゃないかなとは思っております。はい、ということでね結構ダラダラ話してましたけども、とりあえずこの前半パートはですね SR7 がちょっと自分のここかよなんだよそんなうわまたちょっと待って、これ左しか行けないね。なんかね話してると分かんないねさあ行こう。黙れこわっぱ割っとるわ。はい、ということで SR7 ちょっと合わなかったので SR6 にしていくっていう感じなんですけど、ごめんなさいね、いつもダラダラしてるよねこの動画。今日はですね最後のドライブっていう形になりますので SR7 さん本当にね短い間ではございましたが本当にありがとうございました。ただもう少しねやっぱりちょっとこうフィット感がキュッって締まっていてくれたら最高だなとは思っております。さらにねシートヒーターがついているっていうのが非常にいいところではございました。ということで黙れこわっぱということで SR7 さん最後のラストラン本当にありがとうございました。次のシーンは ASM 横浜さんにたどり着いている時でございます。どうぞ。
はい、ついに SR7 とおさらばです。当日交換 SR6 に交換いたします。じゃあこれからね行っちゃいましょう。はい、ということで SR6 が着きました。このような感じで結構かっこいいですよね。で まだね座ってないんですけども、一つだけ言わせてください。 SR7 さん本当にありがとうございました。約8ヶ月間一緒に共に過ごしたわけなんですけども、やっぱりね体が合わないとやっぱどうしようもないですよね。まあそれはしょうがない。そして大赤字、まあしょうがない。まあいいや。じゃあとりあえずこっち座ってみましょう。はい、ということで、おっともういきなりだ。乗り降りがしやすいかもしれない。なんかここちょっと見にくくて申し訳ないですけど、ここのねへっこんでるところがあるんですけど、ここにちょうど太ももの後ろが当たるんですよ。だからスッてね入ってきるような気がする。こうじゃん、ほら。お、なかなかね乗り降りしやすいかもしれない。そしてやっぱりねやっぱりヒットします。最高。ここの肩のサポートもしっかりしてきたな。でね、やっぱ足の部分ですね、こちらのサポートの方も SR7 と比べまして結構そのサポート性に優れていると勝手ながら思っておりますので、これはねなかなかホールドもしそうですし、あとやっぱり SR7 の座面の長さがちょっと短いのが気になっていたんですが、 SR6 になってからねやっぱりね少し長くなったような気がいたします。やっぱ違いがあるのかもしれないですね。いや、いいっすよ。椅子だけにすごくいいっす。あとはどれだけ走行するかだな。あとねかなりフィット感が増してるので、これはワインディングとかがすごくはかどりそうだなっていう感じがする。でそれからですね、一応このプシュプシュあるじゃないですか。これも交換してもらいました。やっぱ言ったんですよね。もう数時間でエアが抜けちゃったりするので、なんでっていうふうに言って、とりあえず交換してほしいって希望を出したら交換してくださいました。ありがとうございます。やっぱりね言ってみるもんですね。後方確認、前方確認、左右全部よーし最高。やっぱね吸い込まれてる感じがする。これだけでもねすっごい変わる。出発するだけでも変わってる。これもう少しちょっと C ポジは細かく設定しなきゃいけないんですけど、これはこれからだな。でねやっぱり SR7 と比べますと、ちょっと待って、まあいいや、出てからにしよう。うおやっぱ SR7 とはまた一味違うこのフィット感というか、 SR6 もいいなとは思います。すぐ感じたな。すっげえ。いきなり赤ですけど、これはいいや。やっぱり自分の体に合ってるかもしれません。いや、いいよ。いや、これだ。この感じ、ずっと求めていたこのフィット感、これぞレカロだぜ。限界ギリギリまで行くぜ。レカロがね悪いってわけでは全くないんですよ。私が悪いんですよ。基本的にはねチョイスした時に本当は SR6 も候補に入れてたんですよ。ただシートヒーターがついてくるかついてなかったかの差でほとんど決めてしまったっていうのが正直なところなんですけども、ただね SR7 と違うところはですね、 SR6 の方がシートが硬い、そういうイメージです。このね硬さがほんわかしててめちゃめちゃ個人的には合ってるな。ちょっと肩幅の方が若干私広い方なんですけど、ちょっと当たって圧迫感はあるかなっていうのは正直なところですね。ただそれはね全然もう慣れですね。もう結構シュッとしているスタイルだな。なんかね SR6 はねスリムタイプみたいな、そんな感じです。いやこれいいや。でねもう少しプシュプシュして、来た。なんか全然やっぱ新品違うわ。スッて入る、スッて入ってくる。腰に当たる。ちょうどいい感じだ。SR7 だともう少し上の背中の方をピュってサポートしてくれてたんですけど、
SR6 に変えたらなんかちょうど本当に腰の部分がモコモコモコって上がってきたような感じでね、これは楽かもしれないですよ。どうです？でちょっとね色合いも合わせてみたんですけど、なかなかいい色合いしておりませんか？いやーこれはいいぞ。なんかめちゃめちゃ見られてる。であとやっぱ座面の長さ、さっき話したんですけど、こうやって止まってる時にゆったりしてる時にちょっとだけ足を伸ばすと膝の後ろあたりまでですね座面が当たってくれますので、これはいいな。ただ身長163センチの私がレビューしてるっていう感じなんで、身長差が出るとまた個人差が出るのかなっていうイメージはありますが、まあでもいい足の裏がちゃんとね当たってる。これを求めてたんだよ。いやー最高。すっごいフィットする。ただ正直に言いますとちょっと邪魔しちゃってるのがありまして、すっぽりスポッて入ってるわけでもないんですよね。若干やっぱここにゆとりができてるかなっていう感じ。ただねゆとりがね若干あった方が個人的にはいいのかなとは思ってるんですよ。ギチギチでもね本当はいいんですけどね。さあ SR6 さんようこそ。私のお車シビックさんに来てくれました。ありがとうございます。いや体動かないもん。ほらこれはねすっごいドライブが楽しめそう。そして長距離ドライブも全然いけそうな気がする。いい。これ来たね。腰来た。いいわ。今まで SR7 の場合はですね、クラッチをがっつり踏んだとしても座面にやっぱり当たらなかったんですよ。今 SR6 で変えてクラッチを踏み込んでみたらね当たるんですよね。これがねなんかいいんですよ。これが求めていた。いや最高。やっぱりね大赤字ですよ。本当に大赤字なんですけども、やっぱりね体っていうのは一生体というものは一生向き合っていくものではございませんか。交換なんかできませんからね。だとしたらこのようなシートとかを交換していかに自分の体に合わせたものを近づけるかって言ったらおかしいんですけども、いけるかっていうのが結構焦点になるかなとは思っております。なんかレビューしてたら見えねえ。さあちょっとしたカーブです。ここ曲がれ。全然動かない。いいね。ちょっとやっぱりここの肩が気になっちゃいますけど、でもねすっごいいい感じ。やっぱりデカロっていうのはさすが老舗本舗と言っても過言ではないところでございますから、選ぶのは何でも材質とか素材は最高でございます。ただし自分に合ったものをもうね本当にゆっくり時間をかけて選んだ方がいいと思います。そうじゃないとねこいつみたいになりますよ。SR7 入れたのはいいけども結局体に合わなくて SR6 にしたみたいな。で結局いくらかかったのって話なんですけども、これがですねまず SR7 を下取りに出しました。下取り価格がちょうど7万円だったんですよね。これはもうしょうがないということでね。でさらに SR6 の単体が13万2000円ぐらいなんですよ。そこから差し引きいたしまして工賃込みで7万8500円と、高いって言えば高いですよね。でさらに7万8500円赤字になりました。でもしょうがないよね、これは割り切った方がいい。でね皆さんね多分ねこう思うんじゃないですか。お前さよくそんな金持ってるよな、貧乏じゃねえのかよなんて思うかもしれませんが、間違えちゃった。まっすぐちゃった。実は車庫帳代をずっとね貯めていたんですよ。月 3,4 万ぐらい。
そこからちょっと算出いたしました。でね、ぶっちゃけ言いますと車庫帳代溜まってたんですよ。で本当だったら入れようかなと思ったんですけども、やっぱりそれ入れる前にやっぱ体が大事だよなっていうことで、今回78,500円差額で入れました。しかし車庫帳の方ですね、近々多分入れられると思います。年明け早々か、ひょっとしたら年末に入れられるかもしれないので、こちらもどうぞお楽しみください。さあ、フィット感やば。これ交差点です。右に曲がりますよ。おわ、やっぱ違う、全然違うわ。 SR7 と比べたら、いや、こっちの方がめっちゃフィット感がめっちゃあります。もう違和感もないな。ほとんど違和感がございませんので、今後のドライブがめっちゃ楽しみ。そしてね、余談なんですけど、 SR6 はシートヒーターはついてないのでつけることができないと言われました。で一応正規販売店というか今言ったお店の方で後付けでつけることはできませんかって聞いたんですけども、残念ながらそれは対応しておりません、できないんですよって言われちゃいましたので、シートヒーターの方は諦めようかなと思っております。別にね、もともとシートヒーターついてない車はずっと乗ってたからいいかなとは思っておりますよ。よー、フグタ君、これはまたいいお買い物をしたんじゃないかね。最近コメントで貧乏カスタムとはかけ離れてきたねなんて言われていますが、いや基本的にね、貧乏ですよ私は。気持ちいいな。おいお前ら、ありがとな。はい、あららら、やった、一ついいこと発見っていうか、SR7 の場合ね、こうやって少し上下するとカタカタ鳴ってたんですけど、鳴らないわ。なんだろう、やっぱなんか締め付けとか取り付けだったのかな、よくわかんないですね。いや、これは良かった。やった、カタカタも解消したぞ。さあ、左の交差点、左に曲がっていきます。さあ、ゆっくり曲がっていくと、おー、いいっすね。こっちか。さあ、加速していく。でも、やっぱね、一番気になるのが肩ですね。それ以外はもう全然何も気にならん。はいはいはい、分かったいいな。何がいいなって、SR6 結構この辺ゴツゴツしてるイメージがあるんですけど、ちょっとね、角度が緩やかにスーってこう出っ張ってきてるおかげかですね、こうやって脇を締めて運転するときにここにね、肘が当たらないんですよ。だからなんか普通にあれっていう感じがしました。 SR7 の場合はどうしてもここが当たっちゃうので、ちょっとこう脇を開いてがっつりこういう風に運転してたっていうのがあったんですが、 SR6 はないな。いいこれいいですよ。めちゃくちゃいいですよ。このヘッドクリアランスってやつなんですかね。これもですね、正直 SR7 と比べたらめちゃくちゃ楽になったな。なんかね、前はなんか少しこうなってたのかな、角度ついてたのかな、ちょっと分かんないんですけど、すごくって首にもなんか負担がかかるなってイメージがあったんですが、ふとね、今気づいたんですよ。全然なんか気にならなくて、いいなっていう感じがしました。よってやっぱり私の場合は SR6 にして大正解、東芝大正解みたいな感じなのかもしれません。いやー、よかった。はい、ということでこれからいろんな SR6 と一緒に、シビックさんと一緒に共にですね、たくさんドライブしたり走ったり貧乏カスタムしたり視聴者様に会いに行ったりとかしたいと思いますので、今後の SR6 のレビューもお楽しみください。どっかでね、いいようおとかって多分言ってるとは思いますので、いろいろとね一緒に楽しんでいきましょう。いやもう大赤字だけど仕方がない、もうこれは割り切ります。それではご視聴ありがとうございました。
さあということでお店を出発してもうこの瞬間で全然違うのがすごいわかる。なんだこれは、すごい。いやもうバッチリだわ。高速に鉄砲かけに全部ビャーッとすごい。コーナーが出てます。コーナーにカーを抜ければバックミラーから消されたぜ。私がバイクに消された今日この頃。さあこのままぐるぐる回っていって、山形県米沢市に入ってまいり